こんにちは、TK キャンプです。今回はキャンプ高荷主催の UL 設置オフ会でとってもすごい UL ハイカーさんがいらっしゃったので、紹介させていただきます。すげえな。わ、すごいっすね。このクロート感がすごい。あれ、アンダーキルトはどこのやつなんですか？アンダーキルトは、はい。あ、すいません、もうなんか何回も連続インタビューになっちゃっ全然て。いいっすよ。気になる方は自由に見てください。いや、めっちゃ気になるんですよね。冬のハンモックやってみたくて。このハイランドデザインのはいダウンバッグ。へー。ハイランドデザイン。はい。TK さん意外と知らない？僕知らないんですよ。嘘。ハンモック、すごいっすね。アンダーキルトっていう世界があんま知らなくて。なるほどね。はい、ハンモックまだ3回ぐらいしかしたことないんですよ。なるほど。勉強になる。はい。で、これは、はい別に、ハンモック用ってわけではなく、応用できるっていう方が正解で、そうなんですね。本当は普通の多分寝袋なんですよ。そうなんですね。はい。だから、キルト状なんでこうやってチャックでできますよ。へだからアルプスとか、はい普通の寝袋としても使えるし、へーだっては1枚のブランケットみたいな感じでできるし、いいっすね。で、やろうとこうやってハンモックの応用にも使えるんで、へ3ウェイ TK ですさんこれ3ウェイなんです。スリーウェイなんですね。あれね。高にスリーウェイですかこれ。スリーウェイ。でもそれこそ UL の時はありがたいですよね。ありがたいです。これしか使えないってなるとかさばるから。で、はい一応、今回は初めて使ったんですけど、ミニマリストパッドで、ミニマリストパ背中のここの部分ですね。はいはいはい出ていけるんで、はい。これを押さえるために、こういう感じで、へー、すげえ。この部分は暖かくなってるんで、はい。頭の肩周りだけはこういう感じで。へー。で、これが結構グニャグニャ曲がってくれるから、はバッグの中に入れても邪魔にならない。邪魔にならない。その一部分で結構いけちゃうんですね。いけちゃいますねそうなんや、勉強になる。で、これも、はほんとハンモックっては、冷たくなるとこって決まってるんで、あ、決まってるんですね。そうつま先とはい足と背中。へー。で、なんでって話なんですけど、はいハンモックってこういう風になってるから、は U の字になるじゃないですか。はで、寝るとむくみは取ってくれるけど、はい血流が下の方に行っちゃうから、血が少なくなってって、体と肩と足先が冷たくなってくる。い。面白そう、それをどういう風に守るかっていうの守るがか課題なんですよ。ピンポイントでそう。それさえ分かってれば。余分にならずに。あそうそうそう面白いな。でも今日それでいけたわけですもんね。けますいけでもじゃあもう理論的に完璧ですよね。すごいな。これはほぼ完成形だと思います。いや、完成形ですか。すごいな。いや、完成形が見れてなんかすごい光栄です。はい。めっちゃかっこいいな。で僕は、はいスタイル的に FKT って言って、はい結構ハンモックは滞在するというよりも本当仮眠システムみたいな感じで、ちうーんょっともうここで一回寝て、人が来る前にもう出ましたみたいな、そういうようへーなロングトレイルとか、ちょっと歩くための、そういう工程でのハンモックの今回装備ですね。へえ、すげえ。だからシンプル。シンプルっす。んいや、めっちゃかっこいいっす。本当にこれだけで大丈夫です。うわ、すごいな。で、タープは深大寺マウンテンワークスの PB。 PB。の 8×10。 8×10。はい。やっぱ3メーターあれば、ハンモックは完全に青ってくれる確かにら、雨は大丈夫。やっぱハンモックは3メーターあった方がいいですか、多分。 3メーターあった方がいいですね。うん平均見てるとどうしてもやっぱ3メーター。そうですね。なんか、そこ削っちゃいそうなとこあるじゃないですか。こう2メーター60とか2メーター50とか。でも、結局やっぱはみ出ちゃったりとか、風当たっちゃったりとかするんで、やっぱ3メーターが結構黄金比なのかなって感じですよね。一番3メーターの方がいいと思います。わあ、じゃあ僕もそうします。はい。うわそれかはこういうレクトタープだったら、やりやすいのは対角線上に貼るとか。はあ、こういう感じですよね。そうですね。あーそれでもいいんですけど、結局対角線上すると横からですよねいろいろ入りやすくなっちゃうんで。確かに。そう。あくまでも晴れてる程度だったらそっちでいいけど、ちゃんと雨が降る、確かに雪が降るっていう予定なんであれば、もう絶対こういう貼り方の方が。うんめっちゃ勉強になりますね。んいやー、確かに、ある意味これが完成形ですよね。うん。うわ、僕もこれ参考にしよじゃあこれでベースウェイトがう。 2.83。 2.8 やば。はい。本当にいけるんで。ないっすね。すごいな。あとはもう本当に食事用でクッカーでスタッキングしてって感じですもんねそうです。ね。でも、クッカーも本当にシンプルな、こういうアルストーうブわー、いや、いいっすね。戻すってもうそれも基本的に考えてて、調理するというよりは戻すっていう戻す手法だけ考える。お湯ででなるべく洗い物増やさない。確かに。ゴミも増やさないっていうようなやり方で
やりますかね。確かにほとんど 400FD でやるような感じで。さすがですその中にアルファ米じゃないですけうど、んカレー飯酒してと、アイラップとかに入れてここにやるとか、カップ麺もここだけうわ、ーお茶もここだけみたいな。いや、まさにロングハイカーのスタイルですよね。やり方的には。いや、突き詰めたらこうなるっていう。いや、すげえな。はライトも本当これだけですね。あ。欠点2つ。これ同じやつを、あえて同じやつにすれば、はいこいつの特性がわかるんで、へだったらえ。 2つ持っといて、これも入れ替えでこうサイクルできるし、へー充電しながらもなるほど使えるし、で、これは、まあ、今回キャンプなんて持ってきましたけど、これプラス、あとは、内藤をタイプするときに、ヘッテンプラスこういうふうにやはいると全然周りが違うんで、へえ、そうなんですね。へえ。ぜひやってみてもらいたいなと思います。はいそうしますめちゃめちゃ違いますよ。めちゃめちゃ違いますね何これみたいな超軽いんだけど、みたいな。へえ、本当にすげえ。 10メーターぐらい先をこいつで照らして、はい本当周り、やべえ、足元見えねえって結構あるじゃないですか。あります根っこがあったりとかありますありますそれをもう本当範囲めちゃくちゃ広い状況でこいつが、こういうランタン状態でこうやっていけば、めちゃめちゃ軽い。へえ、面白い。やってみよう、それ。面白そ簡単に言ったらこいつをはいマックス上げることもないんですよね。う。へえ。これが2時間、マックスで2時間ぐらいしか持たないんですけど、は一番光量低い状態で11時間持つんですよ。はいはいはい。その一晩歩いても、まあまあ、ないですけど、一晩歩いても全然問題ないよね。へえ、すげえ。うん。結構前進することで。へえ、めっちゃいいっすね。うん。で、これはモバイルバッテリー。はい。これ1万アンペア。 1万アンペラ。これで1万アンペアでいけますいけますいけますへえ、はいそうなんや。山の中入ったら、はいまあ今回は違いますけど、はい普通の山入ったら、もうすぐに機内モードにして、なるほど。んへまあどうえせ。電波届かないんだったら、確かに確かに鼻から立ってしまえというような考え方。ああ、そしたら持ちやっぱよくなりますか全然違いますああ、じゃあ僕もやってみますよ、山入るとき。結局、電波面白いを探そうとするから、うんこいつらも、充電が減ってくる充電がってなっちゃうんですけど、それを面白いもしシャットダウンしちゃえば、はい。目的が歩くっていうのがメインなんで、で、ヤマップ確かにはちゃんと地図とかダウンロードしとけば。うん、オフラインでも使えるんで。あーそうですよねうん。全然もともとオフラインのもんですもんね。んあ、それめっちゃいいこときました。僕ヤマップとかで使って充電減ってくると焦るっていう時あったんですけど、もう機内オフにしちゃえばいいんですね。うん、機内オフにしちゃえば大丈夫です。ああ、でもこれ結構確かにモバイルバッテリーを重くすると肝心の重量がめっちゃ重くなっちゃってそうなんですようん困ってたんですよね。でも最低限やっぱ1万アンペア欲しいなと思って、ですよねここは入れてますね。うわ、勉強になります。 160g なんで、超軽量なんで。こですよね。れアマゾンで買えるんで。ちょっと見ときます。はい、3000円ぐらいで買えます。 3000安い。安いんで。や壊れてもじゃあもう1個みたいな感じでできるんで。うわ、めっちゃ勉強になる。あとは電車とか、新幹線とかバスとかはいこういうタイプなんで。確かに、確かに、だった確からこれも1個。乗っといて。で、折りたたみできるのがポイント。あ、はい。これは出てることで、いろいろ傷つけちゃうかさばるしはい。うんだったらこっちの方が、折りたたみできる方が。確かに。絶対そうの方がいいですね。うん。おもろしかもこれだけで済むんで。うん。で手袋も。これも、まあ、ハイテールのレインミットはい。と、コアのあ、OM。コアミット。うんはい。このコンビがもう最強コンビ。最強っすか。はい、最強ですね。やっぱどうしてもこれ DCF だから、はいこれだけやってると冷たくなってくるんですよ。あ、へえ。で、それが汗冷えとなって、はいはいはい。逆影響を起こすよね。へだったら、コアで汗も吸わせて、でも保温もしつつ、で、こいつで温める。このサイクル。うんで、最強。最強。めちゃくちゃ暖かいです。いいっすね。はいいや、勉強になるな、全部。はい。すごいな。めちゃめちゃ暖かいんでこれはへえ。、ムーンライトの千代さんが紹介してます。あ、はいありがとうございます。だから僕もそれでやってみて、はいあ、やっぱ来るなと思って、はい歩いててしんどかったんでこれ作るんで。へえ。いや、いいな、勉強になります、本当。すごいな。でしかもこれ、巾着代わりにもなるんで。あ、そうですよね。なんか最初、スタッフサックかなと思ったら、そう、これで巾着代わりにもなるんで、は例えば貴重品だけ持って、で、ちょっとみんなでこうか山小屋の方行こうよってなったら、本当これだけでこれ。いいっすね。やっぱこの二役あるっていうのがやっぱロマンっすそうですね、ね。僕の一個考えは、ほとんどが1個2役から3役は、やっぱこなしてほしいギアを考えますからね。そうですよね。そうしないとベースヘッド3機をなかなか切れないですよね。切れないですねうん。でも、いやすげえななんか極限までやばいことはやってるわけじゃないんで、はいちゃんとこういうダウンパンツも履いてるし。そうですよね。うん。こういうなんか安全マージンというか、その保温の部分はしっかりした上しっかでりしてますね重量を削ってるって感じですもんねそうですね。。あとは、どこまで兼ねれるかなっていうのも考えるし。すごい。うん。一つちょっと考え方変えれば結構軽量化には持っていけるんで。確かに確かに。いや、すごいな。この PB タープ選んでる理由もちょっとあって。あ、そうなんですかそうへえ。なんでって言ったら、タープ泊するとき、やっぱ深大寺とかこういうのってループがいっぱいついてるから、はいいろんな張り方できますよね。はい。それこそ、確かにこういうタイプじゃなくても、うんパスファインダーバリとか、はいはいはいでタープ泊する人だったらそうなんですけど、うんピラミッドバリとか、はいこの大きさだったらそれできるんで。確かに3メートルあったら結構できますよね。できますはい。なんでそういうような泊まり方もえー最悪できるみたいな。
これスクエアなんですか？ 3×3 ですか？ 3×2 なんですよ。あ、3×2 なんですね。 2だからやろうと思ってできるんですよ。ちょっとタイトかもしれないけど、はでもビビとかで慣れてる人だったらできますよね。確かに確かに。って話なんですよはい。もうあるだけ贅沢みたいな。そうそうそう。ハンモック張れない場所でもキー1本あればそういうのはできるっていう。確かに。はい。で、プラス僕はミニマリストパッドとグランドシートあえてエマージェンシーブランケットすることによって、まあ、本も保ちつつ、タープ泊もできるようになってるんですよ。確かに確かに。だから両党使いできる。なるほどなるほど。いざという時にもうハンモックできなくても、陸で行けるようになってるんです陸でね。行けるように。すごいな。そういうようなシステム。ありがとうございます。すごい勉強になりました。いやー、すご。ということで、今回出会ったとってもすごい UL キャンパー、UL ハイカーの方の特集でした。すごく僕も勉強になることが多かったです。今回の動画が少しでも楽しいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いできれば幸いです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。